どうも、さっさんです。今回はですね、今年のコンピューテックス台北で大注目を浴びたこちらコルセアの横長モニターゼネオンエッジレビューしていきたいと思います。こういうね、横長のモニターってもう他社からね、いろいろ販売されてはいると思うんですけども、こちらはですね、一味も二味もね、違うんですよ。まずサイズとしては 14.5 インチ、解像度が 2560×720 ですね。アスペクト比は32対9となってます。で、PC との接続方法なんですけど、これ対応している PC と一緒に組み合わせて使う場合は、付属の USB ケーブル、Type-C to Type-C のね、ケーブル1本だけで接続してね、電源供給と映像入力どちらも可能になってるんですよ。なのでめちゃくちゃね、見た目がスタイリッシュだし、配線もね、簡単でスッキリしてます。で、僕の使い方としてはメインディスプレイの下に配置してね、サブとして使いたいと思ってるんですけど、これ PC ケースに組み込むためのモニターとしても使うことできるんですね。特にコルセア製の PC ケースであれば、もうこのゼネオンエッジをね、組み込むことを想定しているものがたくさんありますので、一番簡単だと思うんですけども、一応ですね、360mm ラジエーターを取り付ける幅があるのであれば、他社製のやつでもね、いけるっぽいですね。もちろんね、PC 内部に組み込んでしまうとタッチとかを使えなくなっちゃうんですけど、触れないので結構そういう使い方もありかなと思います。で、さらにですね、このゼネオンエッジ PC に接続するとバーチャルストリームデックの使用要件というのを満たすことができるんですよ。正直これがね、僕は一番魅力に感じてますね。バーチャルストリームデックっていうのはエルガトが出してる人気デバイスストリームデックを PC 上で動かすためのソフトウェアのことなんですね。これも今年発表されてね、非常に注目されてるんですけど、今までそれを使おうと思ったらストリームデックとか対応しているものをね PC に接続しておく必要があったんですよ。でもそもそもバーチャルストリームデック PC 上でね、そのストリームデックの機能を使えるのであれば、別にデスク上にねストリームデック置かなくていいじゃん、置きたくないよ、その方がデスクスッキリするよって思ってた方もいると思うんですよ。でもこのゼネオンエッジであれば、ディスプレイとしてね、使えて、しかもタッチ対応なので、もう画面を触るだけでねストリームデックの機能を使えるということで、非常にね相性がいいと思いまして、僕もねこれ楽しみにしてたんですよね。で、実際にねこのゼネオンエッジ使ってみたら、確かにこれめっちゃ便利だよなっていう部分もあったし、その反面ね、この挙動はちょっと微妙だなっていう部分もあったので、これからですね詳しく説明していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまずは内容物についてですね、一応開封シーンもね、撮影しておいたんですけども、ゼネオンエッジ本体で背面にマグネットでくっつけるためのスタンド、ケーブルは3本ついてまして、1つが映像用のケーブル、これは片側ディスプレイポート端子、片側 HDMI 端子になってまして、冒頭でケーブル1本でね接続できるって言ったんですけど、それに対応していないね PC と一緒に使う場合はこのケーブル必要になります。 PC 背面のねグラボにディスプレイポートのね方で差し込んで、このゼネオンエッジには HDMI で接続するっていう感じ。2つ目が USB Type-C to C のケーブル、3本目は PC ケースに組み込むためにね使うケーブルになってます。その他ペラ系とかクリーニングクロスなんかもね付属してましたね。じゃあゼネオンエッジで本体見ていただきましょう。ちょっと一回ねケーブル外しますね。よいしょ。はい、ということでこちらがですねゼネオンエッジ本体、ちょっと黒でね反射しちゃったりピント合わなくて見にくいかもしれないんですけども、サイズがね 14.5 インチとなってます。タッチ対応のね横長ディスプレイで、パネルは AHVA っていうのは IPS パネルのね一種になってますね。で、背面が、こんな感じですね。この部分はねなんか滑り止めみたいなね感じの素材なんですよ。で、真ん中ら辺にはこの三脚用のネジ穴みたいなのがあるので、例えばマイクアームみたいなものとかそういうのとね一緒に組み合わせて使うこともできます。で、このねくぼんでる部分ありますよね。ここに接続端子がついてまして、上が Type-C 端子、その下が HDMI となってます。さっきも言ったんですけど、僕の PC はねケーブル1本で使えたんですが、人によってはねこれ HDMI もね同時に接続する必要あるので、そこだけね覚えておいてください。で、ゼネオンエッジ本体の側面にはね特に何もついてないんですよ。ボタンとかねもう全く、何
何もついてないですね。で、これがデスク上に設置して使うためのこのスタンドになってます。本体素材とこのスタンドどっちもね、樹脂製になってますね。スタンドの奥行きはこんな感じですね。意外とあるんですよ。なのでゼネオンエッジにね、こうやって取り付けた時にこの空洞を自由にね、配線通すことができると。ゼネオンエッジをデスクに設置する時の角度についてはこれ調整することができないです。ちなみにこれマグネットでね、くっつくんですけども、これ外した状態でもこっち側にね、マグネットはあるんですね。それを利用して金属部分にこのゼネオンエッジをね、バチッとくっつけて配置するとか、そういった使い方もできます。じゃあケーブル接続して、使っていきましょう。はい、電源入るとこんな感じでね、一瞬コルセアのロゴが表示されます。はい、画面映りましたね。で、今ね、横向きに表示してるんですが、これね、縦向きで使うこともできて、それ自動認識なんですよ。はい、こんな感じで縦向きになりました。下にね、タスクバーが移動しましたね。これ結構ね、感度高いんですよね。少し動かすだけで反応したりするので、それが嫌な人はですね、設定で固定しちゃった方がね、いいかもしれないですね。はい、じゃあ設定画面見ていきたいと思います。こちらがですね、コルセアの iQ という専用ソフトを立ち上げた状態ですね。ホーム画面にね、コルセアのデバイスいろいろ表示されてます。で、本当はですね、最初の初期設定っていうのがあるんですよ。キャリブレーションみたいなやつがあるんですけど、めちゃくちゃね、簡単。画面の表示に従って進めていくだけで、2、30秒ぐらいでね、終わったんじゃないかなと思いますね。じゃあまずね、ウィジェットのところ見ていきましょう。はい。今ね、何も表示されてないんですけど、これはですね、ゼネオンエッジ通常モニターモードとして使ってるからなんですよ。なので普通に Windows のね、サブディスプレイとして動いてて、こっちにね、OBS も起動したりとか、もちろん他のソフトもね、いっぱい立ち上げたりとかできるんですけども、これがウィジェットモード有効にすると、はい、こんな感じのね、画面になるんですよ。今ね、スイッチオンにしたんですけど、ちょっと切り替わんないですね。ちょっと IQ をね、再起動してみます。はい、IQ 再起動したら、切り替わりましたね。パッケージ負荷ってなってるな。映りました。ちょっと起動中だったのかな。ウィジェット起動するとこんな感じの画面になっていて、基本的にこのウィジェットモードっていうのは、その PC ケースに組み込むために使うようなね、ものなのかなと僕は思ってます。一応ですね、ウィジェットモードでもこっち側にマウスカーソルを持ってくるっていうこともできますし、でもね、この、例えば時計とかをクリックしても何もなんないんですよ。右下の画像はソフトのショートカットとかをね、設定しておけるので、一応これをクリックしたらですね、はい、コルセアウェブハブがね、立ち上がりました。こんな感じでね、ウェブサイトのショートカットを入れといたりとか、ソフトを起動するためのね、ショートカットを入れたりとかっていうのはできるんですけども、でもウィジェットモードでこの画面にね、なんかウィンドウを持ってったりとかってことできないんですね。なので、やっぱり個人的にはですね、ウィジェットオフで使いたいと思ってるんですが、どういうのがあるかね、ちょっとお見せしておくとですね、例えばここにですね、YouTube 動画を埋め込んで、今リンク設定してないんですけども、ここに YouTube 動画をね、入れ込んでおけば常に動画を再生しておくことができたりとか、時計についてもね、今デジタルクロック2ってやつなんですけど、アナログ時計にしてみたりとか、いろんなカスタマイズが可能です。背景とかもね、色変えたりできるんですよ。はい、こんな感じでね、色変えたりとかもできますし、文字の色なんかもね、変更できますね。PC ケースとか PC のライティングに合わせてね、設定してあげるといいかなと思います。あと、ファームウェアアップデートについて、今はね、最新のバージョンになってるんですけども、今後ね、どんどん更新っていうのが出てくると思うんですよ。これね、ゼネオンエッジのこのページにはね、ソフトウェアアップデートっていうボタンがないんですよね。この設定をクリックしてもね、ここに、出てこないんですけども、IQ の右上の歯車、ここのソフトウェアアップデートっていうところを押してですね、更新のチェックっていうのをやってあげると、最新のバージョンがね、入ってるのかっていうのは、確認することができます。新しくね、購入された方は最初にね、やっておくのがおすすめですね。はい、続いてなんですけども、気になる、バーチャルストリームデックのですね、挙動をお見せしたいと思います。このバーチャルストリームデックは、エルガトストリームデックと、ほとんど全く同じ使い方、動作っていうのが可能なんですよね。操作方法が、物理的にね、ストリームデック本体のボタンを押すか、この PC 上のですね、はい、こんな感じでね、表示することができるので、これをね、マウスクリックで操作するかの違いになります。
ちなみに僕がこのバーチャルストリームデックどうやってね、活用しているのかというと、Windows PC の場合はこの OBS の操作だったりとか、Discord のね、マイクミュートとか、そういう風に使うのが多いですね。OBS なんかはね、この録画と停止をね、このバーチャルストリームデックで操作したりとか、リプレイバッファの開始と停止なんかもね、操作したりすることが可能になってますね。で、さっきも言った通り、このディスプレイはタッチ対応なので、いちいちですね、このマウスカーソルで、このバーチャルストリームデックを操作しなくても、こう指で触るだけでね、はい、こんな感じでね、操作可能になってるんですよ。やっぱこれがね、強いですよね。もう実質ストリームデックがなくても、このディスプレイの中に、ストリームデック、触れるね、タッチ式のストリームデックが入ってるみたいな感じになります。あと僕ね、Mac でもこのバーチャルストリームデック使ってるんですけども、Mac はね、作業用にしてるので、こういうゲームとかで活用できそうなものじゃなくて、AI のね、ショートカットの起動とか、スクショのショートカット、Mac ってね、めちゃくちゃスクショいろんなショートカットあるんですけども、それをね、いろいろ割り当てて、用途に合わせて使い分けたり、そんな感じにしてますね。このバーチャルストリームデック本当に便利だし、できることが多すぎるんで、ちょっと動画別でね、作りたいなとも思ってるんですけども、簡単に言うと、本当にね、そのストリームデックの動作を全く同じくね、使えてしまうもの。で、表示されてるボタンの数についても、今設定されてるものが少ないからこれしか表示されてないっていうことなんですよ。これね、いくらでもこう、ボタンを増やせるというか、一応限りはあるんですけども、最大で64個かな。これね、全部割り当てることもできますし、ページもね、切り替えて使うこともできるので、もうめちゃくちゃね、機能割り振りできる幅多いです。プロファイルもね、分けられるし、マジで便利。はい、そして最後もう1点だけね、注意点がありまして、このゼネオンエッジはね、あんまりいないかもしれないんですけど、Mac で使おうと思ってる方、僕もゼネオンエッジ実際にね、自分の Mac に接続するまでわからなかったんですけど、なんか Mac ってね、タッチディスプレイを使うっていうことあんまり想定されてないのか、Windows みたいな操作にならないんですよね。Windows はですね、IQ っていう専用ソフトで、ちゃんとこのゼネオンエッジをね、キャリブレーションして初期設定っていうのを簡単にすることができるようになってるんですけど、Mac ではそれができないんですね。で、Mac の場合でも一応ね、ケーブル1本で接続して、サブディスプレイとしてね、使うこと自体はできるんですけど、タッチした時に、なんかトラックパッドみたいなね、動作になるんですよ。メインディスプレイのトラックパッドみたいな動作になってしまって、さっきお見せした Windows の時みたいに、ゼネオンエッジにね、バーチャルストリームデックを表示しておいて、指で触ってね、物理的なストリームデックと同じように使うなんていうことは、基本的にはできないと思いますので、そこはね、覚えておいてください。そんな感じですね。いかがでしたでしょうか。なかなかね、こういう製品ってないし、このバーチャルストリームデックっていう機能自体がね、非常に素晴らしいものだと思うんですよ。その使用要件をですね、別なデバイス用意しなくても、もうこれだけで満たせるっていうのがね、やっぱり魅力な部分なのかなと思いました。もちろんですね、PC ケースに組み込むっていう使い方もね、非常にありというか、めちゃくちゃね、かっこよくできると思うので、いよいよ今月末発売ですので、興味ある方ね、ぜひチェックしてみてください。動画の概要欄にね、リンク載せておきます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。